こんにちは。今回はメタファーリファンタジオの体験版で戦闘できるボス攻略とレベル上げについて紹介していきます。まずはドラゴンの討伐から。おすすめのアーキタイプの組み合わせはこちら。マジシャン、ファイター、全員後方。弱点が氷属性でマジシャンはブリズ、ファイターは対象攻撃がないので氷塊で攻撃または回復、送り返せば討伐できます。マジシャンのブリズはレベル2まで上げる必要があるので直前の人間戦でレベル上げしておきましょう。ラブタロス星、シーカー、ファイター、ナイト、シーカーのかかるじゃ継承スキルでメディがあると便利。ナイトのジャンプスラストを軸に攻撃をしていきます。ナイト以外は後方。敵がチャージをしてきた時は全員後方で防御をします。たまに攻撃が外れて反撃を大きくくらい全滅する時もありますが、その時は戦闘をやり直すでやり直します。今作は全滅したりやり直してもペナルティがないのが良いところ。敵の弱点を把握できればパーティーを再編成して何度も挑戦できるのが良いね。レガリス大聖堂類軍、魔導体挑戦、マジシャン、ヒーラー、ナイト。ちょっとこの時点でレベル上げしすぎて少し参考にはならないかもだけど、周りの雑魚を早く討伐したい理由から全体に攻撃できるマハンマを最初に使い、シールドアーツで攻撃を繰り返す。周りの雑魚が気にならないならマジシャンを文句に変えてナイトのジャンプスラストを軸に攻撃でもか。アーキタイプの種類も多いので今回紹介したやり方以外にもたくさんあるので、おすすめの組み合わせがあったらコメントで教えてね。ベレーガ回廊はボス戦前でダンジョン前に戻ることが可能なのでこちらで周回するパターン。レガリス大聖堂のここで本体に攻撃しない容器をつけて周りの雑魚を倒し続ける方法。ペルソナシリーズは毎回 MP の枯渇問題があるけど、今作は主人公をマジシャンにしてファストで討伐すると MP 回復できるのでレベル上げがしやすい。2つのダンジョンともにレベル上げできるので今後のダンジョンもしやすいのではと思う。なので極端にレベル上げしなくても良いかもと思う。黄色の敵もファストで倒せる。敵を総攻撃せずに回復するのを待ち、またファストで攻撃を繰り返すと倒すことができる。ただ獲得できる経験値は1体分で時間をかけるほどの成果は得られない。であれば討伐できるレベルでコマンドバトルで討伐した方がノーダメージボーナスもついてこちらの方が効率が良さそう。なので個人的な感覚としては黄色の敵をノーダメージで討伐できるところまでレベル上げできればいいかなという印象。本編中もレベル上げはできると思うのでそこまで急いでしなくても良いかなと思う。ベレーガ回廊で言えば19レベルで全員が多くなるのでそれくらいまで上げれば十分かなという印象。体験版終了後に見られるエンディングではペルソナシリーズに出てくるキャラクターも登場していて他のアーキタイプも気になる。今後のストーリーの展開も王位継承戦も4ヶ月の期間でありその先もどう展開していくのか気になる。世界観や BGM もよく没入できる感覚はプレイしていてとても気持ちよい。本作発売を楽しみにしたいと思います。